ネジが折れてしまいました。おはようございます。アストロ大会回答機の放送です。今日は軽自動車のキャンピングカーインディ727の扉にハンドルを取り付けたいと思います。これからもキャンピングカーの動画を配信していきますので、チャンネル登録お願いします。前の動画でこちらについていたガタガタの部品を取り外し、アクリル板で作り直しましたけれども、なぜこちらの部品がグラグラになってしまったかというと、多分扉を閉めるときにこちらの取っ手を持って引かないといけないんですが、ここについてた部品、これを持って引っ張ってしまったり、こちらの部品を持って引っ張ってしまったために、こちらの部品がガタガタになったんだと思います。前の動画にアップしましたが、マッシュにもこちら NC 福山 .com で販売しているハンドルを取り付けております。ですが、このハンドル、在庫が黒あと1個になりました。次回の入荷は未定です。今回こちらのハンドルの代わりにこちらのハンドルを仕入れてみました。こちらのハンドルには英語ですが図解入りの説明書があるのですが、こちらには説明書がありません。ですので、この動画がこのハンドル取り付けの説明書代わりになればと思います。それでは取り付けたいと思います。まずこのハンドルを取り付けるには、この枠とこちらの製品の方にも穴を開けていく必要がありますので、別途ドリルなどの工具が必要になります。また、このハンドル仕入れた段階では 5.1 ミリぐらい長いので、カットして取り付ける必要があります。こちらの部品をグラインダーか金の子で切ってやる必要がありますが、なかなか大変だと思います。そこで片側3センチずつ切って6センチ縮め、取り付け可能幅が 48.1 センチから 68.3 センチになるように加工したハンドルを NC 福山 .com の方で販売いたしますので、取り付けの際にはこちらの幅を確認の上購入お願いいたします。それではこちらのカットした方のハンドルを取り付けていきます。こちらのハンドル、今はまだバラバラの状態です。ネジがついております。こちらの4本の方は網戸に取り付ける方、こちらの8本のネジがこちらのプラスチックの部品とこのアルミの部品を取り付けるためのネジになります。まずはここネジで留めていきます。あとは取り付けの幅に合わせてここに穴を開けていく必要がありますので、まずは扉の方に合わせていきます。取り付けの幅ですけれども、扉を閉めた状態でご確認ください。こちら閉めた状態で取り付けの位置を確認してください。実は目いっぱい外側につけたくなりますが、そうするとここに当たって閉まらなくなったり、ここに当たって閉まらなくなります。ですので閉めた状態で取り付けできる位置をご確認ください。この出っ張ってるこの部分に取り付ければ問題なさそうです。またこの高さですけど、あまり低いとこちらのレバー操作の邪魔になりますし、あまり高いとこちらのレバーを持たずに、やはりこの辺の持ってはいけないところを持ってしまいます。ですのでレバーに邪魔にならない程度に低い位置、だいたいこの辺の位置ですかね。この辺に取り付けたいと思います。こちらマスキングテープで留めてあります。ここの位置で合わせて、ここ少し短いのでここ少し伸ばして、このぐらいですかね。このぐらいですね。それではここに穴を開けてネジで留めていきたいと思います。こちらの部品に開いている穴の大きさですけれども、3.2 ミリぐらいですね。
電気ドリルの回転数を上げます。それではネジ止めしていきます。マスキングテープを貼ります。このぐらいですかね。印をしていきます。穴を開けていきます。このネジ長いな。もう一つ向こうまで通さないとダメか。取り付けてみます。うわ、折れた。やっちまったな。ネジが折れてしまいました。3.2 ミリの穴を開けたんですけれども、ちょっと下穴が小さかったようです。折れたネジが残っているので破壊します。なんとか取れた。やったね。下穴を 3.2 から 3.5 に広げます。ネジ止めしていきます。よいしょ。これでしっかり引き寄せられますが、最後はこちらのドアロックの取っ手を持ってしっかり締めてください。はい。今回は軽キャンインディ727のこちらの網戸の方にハンドルを取り付けてみました。実際に取り付けてみると、もともと少し長かったのでカットする必要がありますし、こちらの付属のネジも弱いです。NC 福山 .com で販売するハンドルは6センチほど短くして販売いたします。また、付属のアルミのネジは弱いので、ステンレス製の 3.5 ミリのネジを付属して販売させていただきます。こちらのネジであれば、このハンドルに開ける下穴の大きさ 3.2 ミリと同じ下穴で取り付けることができます。まだシートを直しておりませんけれども、ハンドルを取り付けてやっと使えるレベルになったんじゃないかと思います。次回の動画では実際にこちらの軽キャンで一泊してみて、さらに問題点がないかを確認したいと思います。今回の動画は以上になります。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも頑張って動画配信していきますので、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。さて、どこで一泊しましょうかね。でも、この時期だからいいけど、冬はこちら FF ヒーターついてないので絶対寒いです。